こんにちは、こだまです。何を作ろうかなと積みプラを眺めていて、他の BB 戦士を作る前にこれは作らないといけないというものがありました。それがこちら BB 戦士17武者ガンダムです。このキットは1988年発売のキットです。販売価格は税込みで330円。刀やなぎなた、ライフルなどの武器があるほか、肩の鎧と兜を外すことで軽装タイプにすることもできます。外した兜などは台座に飾っておくことができます。スプリングを使ってライフルの弾丸を発射したり、頭部から兜が飛び出すギミックもあります。今回はこのキットを箱の見本を目指して制作していきます。それとパッケージのイラストのようなポーズで飾りたいので、元のバランスを崩さない範囲で可動を追加するなど少し工作もしていきます。それでは開封。内容物はランナーが2枚、それとポリキャップとギミック用のスプリングが2個、シールと説明書が付属します。 BB 戦士といえばコミックワールド。こちらでは武者になる前のガンダムたちの姿を見ることができます。組み立てていきます。このキットは子供の頃に作っていないので初めての制作になります。 BB 戦士といえばやはり武者ガンダム。これは制作して飾っておきたいところです。頭部にはこんな感じで兜の発射ギミックが仕込まれています。仮組み完成です。まずは軽装タイプ。丸っこくて可愛いですね。腕と足、それから頭部が軸稼働します。台座が付属していて、装備していない兜などを飾っておくことができます。この台座、ただ余剰パーツをまとめておけるだけでなく、飾っていてかっこいいのがいいです。武士の甲冑みたいに飾ることができます。バックパックや兜、肩の鎧を装着して武者ガンダムです。いいですね。かっこいいです。ちなみに弟の BB 戦士47ノーマルガンダムのキットに武者ガンダム用の金メッキの兜飾りが付属しています。腰には刀を収納した鞘を取り付けることができます。この抜刀できるっていうのがたまらなくワクワクするんです。なぎなたはバックパックに接続して背負わせておくことができます。もちろん各武器を手に持たせることもできます。この武者ガンダム、このままでも可愛らしくてかっこいいんですが、説明書の通りに組み立てただけでは箱の見本のようにはなりません。成型色は赤と白の2色だけですし、シールを使っても全ての色分けをカバーできません。ここから工作をしたり塗装をしたりして見本に近づくように制作を進めていきます。配色なんですが、レジェンド BB 版に合わせて塗装をするので、箱の見本とは少し違う仕上がりになると思います。制作を始めます。飾るときにパッケージのイラストのようなポーズで飾りたいのですが、今のままではかかとが干渉して足を大きく開くことができません。足を少し外側に接続できるようにして足を大きく開けるようにします。足の接続部はこんな感じで軸接続するようになっています。ただ接続箇所を外側に動かすのではなく、元の位置にも戻せるようにしたいので、接続箇所を外側に増やすように工作します。軸受けのパーツをプラ板で延長し、ピンバイスで穴を開けました。強度が不安だったので上下をプラ板で補強しています。これで一応足を開いて接続できるようになりました。ただ接続が緩くなってしまいました。ネオジム磁石での接続に方針を変更します。穴と同じ大きさのネオジム磁石を設置して接着。接着にはエポキシ接着剤を使っています。足の方にもネオジム磁石を埋め込みます。軸をカットし穴を開けたら、磁石が落ちてしまわないように内側にプラ板を仕込みます。足のパーツにもネオジム磁石を接着して足の接続箇所を増やす工作は完了です。足を受けるパーツを延長したせいで鞘の軸と干渉するようになってしまいました。鞘の軸を短くカットして腰の内側には薄いポリキャップを接着しておきました。次に手首に軸可動を追加します。
武器を斜めに構えることができると、よりかっこいいポージングができるようになるので効果的な工作です。今回は稼働させるだけでなく、開き手のパーツに交換できるようにしたいので、腕ではなく手首に稼働を追加します。開き手のパーツは剣聖ガンダムのパーツです。別のジャンクキットを購入した時になぜか混ざっていました。剣聖ガンダムは武者ガンダムをモチーフにしていて、パッケージがオマージュしたものになっているんですよね。そういう意味でもちょうどいいパーツかもしれません。パーツをカットしました。もうやるしかないですね。ハンドパーツは中にエポキシパテを埋めてプラ板で蓋をしました。真ん中に穴を開けて真鍮線で軸を作ります。腕側のパーツに軸受けを作ります。ちょうどいいポリパーツがなかったので、ポリキャップのランナーを加工して埋め込みました。こちらも隙間をエポキシパテで埋めてプラ板で蓋をしています。手首に軸可動を追加できました。開き手のパーツにはプラ板でそれっぽい装飾を追加しています。なぎなたにはバックパック接続用の軸があるのですが、この軸はない方がかっこいいと思うのでカットしてしまいます。背中に背負うことができなくなるので、ポリキャップを使って背負えるようにします。合わせ目消しをします。このキットは全体的にモナカ構造になっているので、合わせ目がたくさん出ます。プラスチックを溶かすセメント系の接着剤を使って接着し、合わせ目を消していきます。足のつま先の部分、ヤスリを入れにくい形になっています。ここには形を合わせて切ったプラ板を使い、合わせ目を見えなくしてしまいます。接着跡が乾燥したら、ヤスリをかけてきれいに整えます。肉抜き埋めです。エポキシパテで兜飾りとバックパックのバーニアの裏側を埋めます。目立たないところですが、気になってしまったのでやるしかないです。エポキシパテは主材と硬化剤を混ぜて時間が経つと固まるパテです。しっかり混ざったら肉抜き穴を埋めていきます。パテが硬化したらヤスリをかけて表面を整えます。モールドの甘いところを毛書き針で彫り直しておきます。墨入れの時に塗料がしっかりと流れてくれるようになります。各パーツに紙やすをつけたペンサンダーでヤスリがけをしていきます。400番で削って600番で仕上げです。ヤスリがけが終わったらパーツを超音波洗浄機で洗浄します。乾燥を待って塗装に入ります。使用した塗料はこちらです。塗料の種類は少ないですが、一つのパーツを何度も塗り分ける必要があります。マスキングと塗装を繰り返していきます。1回目の塗装です。下地にはホワイトサーフェーサーを使用しています。こちらはクールホワイト。白いパーツを白く塗っても濡れているかどうかよくわかりませんね。塗装をするたびに光沢のクリアで塗膜を保護しています。2回目の塗装です。塗り分け箇所をマスキングしていきます。デザインナイフでカットした綺麗な面を使います。こんな感じでマスキングができました。塗装します。マスキングを剥がしてみましょう。いいですね。塗料がはみ出したりしたところは筆塗りで修正をします。刀の刀身部分などをスーパーファインシルバー2で塗装します。刀はシルバー塗装をすると気分が上がります。2回目の塗装が終わりました。まだまだマスキングと塗装を繰り返していきます。3回目の塗装です。兜は4色での塗り分けが必要です。BB 戦士作ってるなーって感じがします。4回目の塗装です。ゴールド部分は GX メタルイエローで塗装します。明るいゴールドにしたいので、下地を白で塗装してからゴールドを塗装します。兜のマスキングが今回一番大変でした。円形マスキングテープに助けられました。この円形マスキングテープおすすめです。
いろいろなサイズを一通り持っておくととても便利ですよ。最後のエアブラシ塗装です。完成が見えてきました。エアブラシで塗るのが難しい細かいところはエナメル塗料で筆塗りをします。はみ出したところはエナメル溶剤で拭き取れるので気楽にできる作業です。タミヤの墨入れ塗料を使い墨入れをします。こちらも薄められたエナメル塗料なのではみ出しても後から拭き取ることができます。バシャバシャ塗っていきます。エナメル溶剤ではみ出したところを拭き取ります。簡単に完成度を上げられる作業なのでやっていて楽しいです。ゴールド部分は光沢、それ以外は艶消しで艶を整えます。地味にマスキングが大変でした。完成です。珪藻タイプです。瞳が入るとキャラクターっぽくなっていいですね。塗り分けも丁寧にできたと思います。台座です。このまま飾ってもかっこいいですね。2個作ってもよかったですね。兜と鎧を装備させましょう。刀です。かっこいい。これで武者ガンダム完成です。種子島ライフルの発射ギミックです。発売当時のものに比べ今付属するものは柔らかいスプリングになっています。兜の発射ギミックは兜が重くてこのスプリングでは持ち上げられませんでした。しっかり遊びたい方は同じくらいの大きさのスプリングを別に購入した方がいいですね。塗装前との比較です。元が2色の成型色なので変化が大きいですね。頑張ったなーって満足感があります。開き手をつけてパッケージのポーズっぽくしてみました。いいですね。想像以上にそれっぽくなったので満足です。父親の小ガンダムと弟のノーマルガンダムも欲しいですね。こちらはバージョン違いの武者ガンダムと、右は2012年発売のレジェンド BB 版の武者ガンダムです。頭身が高く肘も稼働する最新の武者ガンダムですね。中央は2004年発売の武者列伝版の劣化武者ガンダムです。こちらも頭身が高くなっていますが、肘の稼働がなくちょうど2つの中間のような感じです。SD 戦国伝武者7人周辺は武者ガンダムシリーズの第1作目でガンダム軍団と闇軍団の戦いを描いています。主人公の武者ガンダムは初めて武者の称号を与えられた武者7人衆のリーダーで、幼少期は父親の小ガンダムに農民の子として育てられました。そのため強さだけではなく民の心もわかる武者として慕われています。武者ガンダムは後に出世して3代目ガンダム大将軍となり、ガンダム軍団を率いていくことになります。僕が気になった SD ガンダム関係のことについて話そうと思います。先月レジェンド BB の再販がありましたね。目玉は久しぶりの再販となった2代目大将軍だったと思うのですが、皆さんは購入できましたか？僕も2代目大将軍が欲しくてお店に行ったんですけど、残念ながら武者ビクトリーを一つ見つけただけでしたね。
2代目大将軍持ってはいるんですが、ライオーガンダム用とか武者フォートレス用とか、なんなら大ノーマル用にとか複数欲しいんですよね。僕は残念な結果でしたが、Twitter で購入報告とか制作報告とかを見れて楽しかったですね。次の再販の時には手に入れたいです。新しい SD ガンダムブランドマスターグレード SD シリーズの第1弾 MGSD フリーダムガンダムが発売されました。僕は購入できていません。最近の新作ガンプラはお店で見かけることもなかなか難しいです。ガンプラ好きとしては人気があるのは嬉しいことでもあるのですが、マスターグレードの技術を集約した SD ガンダムということで、可動範囲やディテールがすごいことになっていますね。サイズも大きくて迫力がありそうです。再販は結構あると思うので、そのうち買えるかなと思っています。第2弾以降も楽しみです。水星の魔女のカードダスも発売しました。だいぶ可愛い寄りのデフォルメで、カードダスのデザインも懐かしさを感じます。すごい欲しいんですけど、僕はコンプリートしたくなっちゃう人なので二の足を踏んでいます。全部揃えるのは大変ですよね。そういえば水星の魔女関連のものってまだ一つも持っていません。エアリアルは食べているんですけど、とりあえずエクスタンダードのエアリアルは欲しいです。SD は割と手に入れやすいんじゃないかなと思っていたんですけど、甘かったですね。全然見かけません。ヒーローズはすごく長い名前のキットが発売されています。スペリオールストライクフリーダムドラゴン、オルタナティブジャスティスインフィニットドラゴン。噛まずに名前を呼ぶだけで大変です。組み合わせることができそうだぞと話題になっていましたが、バンダイホビーサイトでも合体させた姿が公開されていました。これはかっこいいですね。ファイナルフォーミュラーを通っていない僕でもグッとくるものがあります。ヒーローズのキットは塗装を考えるとなかなか手が出ないんですよね。買ってはいるんですけど。さて、このチャンネル、海外の方も見てくれているみたいです。なんとなくアジア系の方が多い感じですが、海外の方も子供の頃 BB 戦士で遊んでいたりするのでしょうか。三国伝なんかは人気がありそうですけど、このチャンネルではまだナイトと武者しか扱っていないんですよね。BB 戦士以外の動画は再生回数も少ないですし、なんとなく同じもので遊んでいたと思うと親近感が湧いて嬉しいですね。どうなのかな？気になります。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。こだまでした。